こんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はものすごくでかいモニターをご紹介したいと思います。どこにもモニターなんてないじゃない。いやそれが本当にでかすぎるので今回机を全部きれいにしました。あ、確かに何もないわね。では黒子くんに持ってきてもらいましょう。黒子くん。ということで持ってきてもらいました。いやでか。一体これなんなの？はい、こちらイノセンの40インチのモニターになります。40インチってどのくらい？大きさは後ほど他のモニターと比較をしながら見ていきたいと思います。ということで今回は、こちらの超ウルトラワイドモニターのスペックのご紹介と開封と設置。モニターのサイズ感の比較。実際のゲームをしてみての感想をやっていこうかと思います。もしよかったら評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速開封をしながらモニターのご紹介です。こちらのモニターはイノ先生のゲーミングウルトラワイドモニター WR40 Pro になります。画面サイズは40インチで中央比21対9になります。またフレームレートが 144Hz まで出るゲーミングモニターとなります。解像度は 3440×1440 の UWQHD となります。UWQHD？ UWQHD っていうのは、皆さんがよく使われているフル HD1920×1080 の約 2.5 倍の解像度になります。なので簡単に言えばフル HD モニター 2.5 枚分の作業量が1枚のモニターで可能ってことですね。それでは付属品も見ていきましょう。まずこちらの袋には、ドライバー、電源コード、ネジ、タイプ C ケーブル、TP ケーブル、手袋、クリーニングクロス、が入ってました。HDMI 入力も対応していますが、HDMI ケーブルは付属していませんでした。説明書はきちんと日本語で記載されており、変な日本語とかもありませんでした。たまに面白い日本語の説明書とかあるわよね。ありますね。それからカラーキャリブレーションのレポートが入ってました。カラーキャリブレーションって何？色を正確にかつ安定して再現させるために調整、つまり色合わせって感じですかね。そしてこちらが壁掛け金具になります。モニターアームとかにつける際も使用します。こちらのモニターはベサ規格にも対応となっております。そしてこちらがモニタースタンドのアーム部分になります。で、こちらが足の部分となります。あれ？この形、ガンザ。何かに似てますよね。ただ後ろの足の部分がかなり短いので安定性とか気になるところですね。それでは組み立てながらスペックの続きをお話ししていきましょう。シュラララ。それではまずはスタンドを組み立てていきます。こちらはネジ止めをしていきます。ネジ止めをしながらスペックのご紹介の続きです。大きさは 994.1×596.4×286.8mm と表記されているんですが、実際のモニターのサイズは 945mm×418mm となっておりますのでご注意ください。何それどういうこと？わかりません。ちなみに重量は箱に入った状態で約 13kg ありました。モニター本体だけだと 11kg ですかね。そんなの私持てないわよ。余裕でしょ。失礼しちゃうわね。入出力は DP1.4×1、HDMI 2.0×2、USB Type-C Gen 3.190W 機器給電対応、イヤホンジャックとなっております。USB がついているのもなかなかいいですね。ということでスペックのご紹介はここまで。途中よくわからなかったけど、つまりすんごい大きくてワイドなゲーミングモニターってこと？まあそんな感じです。ネジ止めしたスタンドをモニターに取り付けていきます。取り付けは斜めに刺して、カチッと音がするまで入れれば完了となります。モニターの背面部分はかなりシンプルな感じですが電源を入れるとここはライティングするようになっています。かなりシンプルな背面だと思ったけど、光るあたりちゃんとゲーミングを出してるのね。ですね。それでは組み立て終わりました。モニターを実際に出してみたいと思います。重そう。女性の方だと一人で組み立てて設置するのは少し大変かもしれませんね。ということでこちらが完成品となります。ちゃんと立ったわね。こちらのモニターですが、高さ調節やチルト調整ももちろん可能となっております。高さは95プラスマイナス 5mm まで対応となっており、チルトは前後度プラスマイナス2度、後ろ15度プラスマイナス2度、左右15度プラスマイナス2度となっております。大きいし、スタンドをつけると 11kg 近くあるので設置や移動は大変ですが、高さ調節とかは割とやりやすいと思います。
確かに大きいと後から移動させるのは大変そうね。では次にこのモニターがどのくらい大きいのか映像だとわかりにくいのでちょっと比較をしていきましょう。さてこちらの40インチのモニターですが、映像ではなかなか大きさがどのくらいなのかわかりにくいので、確かに映像だと大きさって本当わかりにくいわよね。でそれよりも右側のケーブルなんとかしなさいよ。すみません、隠すところがなくて。で、今回は私が持ってるモニターで実際に比較をしていきたいと思います。ではまず最初はこちら。モバイルモニターになります。ちっちゃ。こちらは 15.6 インチのモバイルモニターとなります。大きさ的にはかなりの差が感じられると思います。確かに後ろのモニターでかすぎね。どちらもデスクトップを表示させてみました。こう見ると後ろのモニターが大きいのがよくわかるわね。ですね。では続いて、別のモニターと比較してみましょう。シュラララ。続いてはこちらになります。こちらは24インチのモニターとなります。24インチだと割と使ってる人が多いサイズかと思いますが、それでもこれだけの差が出ます。確かに24インチだと割と一般的なサイズなのにそれよりも全然大きいわね。しかもこれ映像からわかるように40インチモニターの前に24インチモニターを置いているので、手前側の方が大きく見えるはずなのに後ろのモニターの圧がすごいですよね。確かに。では最後にもう1枚。最後はこちらのモニターになります。これははい、こちらは27インチのモニターになります。さすがに27インチモニターとの比較だと。あれはい、27インチモニター自体かなり大きい方だとは思うんですが、やはり40インチだとそれ以上に大きいですよね。だってこれモニターの前にモニター置いてるのに。ということでこんな感じの大きさっていうのが皆様に少しでも伝わればと思います。では続いて実際に使っていこうかと思います。まずはモニター自体の設定等についてです。モニター下部に電源ボタンとジョイスティックがついています。こちらのジョイスティックを使用することで様々な設定をすることが可能となります。設定画面の表記ももちろん日本語となっております。設定項目はゲーム設定、スクチャ設定、色設定、PIP/PVP モード設定、OSD 設定、その他の設定となっております。さらにこのモニターの底には 5W スピーカーがついているので動画鑑賞にも良いかなと思います。では実際にこのモニターを使った作業性や使いやすさについてですが、ウィンドウ状態で3枚とか並べるとかなり作業効率は良くなりそうですね。動画を見ながら資料作りとか複数ウィンドウを使ってやるとかなんかには良さそうね。Excel や Word とかの作業シートと検索用ページを同時に出せるのはかなり使いやすいかと思います。でも、私はフルスクリーンで作業した方が使いやすいかな。そこら辺は人によってというところもありますからね。では続いて動画鑑賞もしてみましょう。こちらのモニターはアスペクト比が21対9の横長モニターとなるので、16対9で作られた映像に関してはこのように左右に余白ができてしまいます。ほんとだ無駄なスペースができてるわね。逆に21対9で作られた映像に関してはかなり綺麗に描写されていますね。おお、なんか映画館にいるような感じになるわね。では続いてゲームも試してみましょう。ゲームに関しても21対9に対応してないと左右に余白が生まれてしまうのでご注意ください。まずはいつもの Apex をやっていきましょう。せっかくなのでアスペクト比の違いなんかも見ていきましょう。まずは16対9での Apex。解像度はモニターサイズに合わせているので、2560×1440 の WQHD になっております。実際に訓練場に行ってみたんですが、まあ一般的な視点ですよね。ではこちらを21対9に引き伸ばしてみたいと思います。おお、なんか広くなった気がする。気がするんじゃなくて実際に見える範囲が広がりました。先ほどの16対9ではこちらの訓練場の的がここまでしか見えてなかったんですが、21対9になるとここまで表示範囲が広がります。もちろんその分パソコンに負荷はかかってるんですけどね。では今度は実際に戦闘に行ってみたいと思います。さて上空に来ましたがかなり見える範囲が広いですね。ちょっと振り向くと後ろまで見える感じですね。戦闘中はこんな感じになりました。敵や周りの情報がよく見えますがそこまで対応できるかは本人次第でもあります。続いてはアセットコルサもやってみました。レースゲームの場合は視野角によっては見える範囲も広がるので、左右の視野が増えた分ターンの先が見やすくなって走りやすくなったりすると思います。まあ私このゲーム、めちゃめちゃ下手なんですけどね。シュラララ。
ということで今回は、イノセンの大型ウルトラワイドモニター、WR40 Pro のご紹介でした。本当に大きくてすごい作業性に良さそうなモニターね。確かにそうですね。で、あんた的にはどうだった？そうですね、21対9の映画鑑賞とか複数ウィンドウを使った、作業には向いているかなと思いますが、個人的にゲームをするには少なくとも FPS ゲームには辛いかなと思いました。もちろんモニターとの距離関係もありますが、割とパソコン部屋ってモニターとの距離が近い方が多いんじゃないかとも思ったので、そういった方には大きすぎるって難点もあるかもしれませんね。ただ、先ほどのアセットコルサや MMORPG とかだったら、すごい見やすくなって良いんじゃないかなとも思います。あんた基本 Apex しかやらないもんね。それもありますね。そういえばこのモニター一体いくらするの？こちらは Amazon で、82,990円となります。しかも今なら 30% オフクーポンもあるので、ポイント含めて7万円台で購入可能です。結構いい値段するわね。まあこの大きさでゲーミングモニターだと他のメーカーのものよりは安いんですけどね。なるほど。さらに私的に気になったのがこちら。44インチ。こちらは今回レビューしたものではないんですが、44インチのウルトラワイドモニターが Amazon ブラックフライデーセールで、なんと6万193円なんですよね。しかもポイントも含めると5万円台で購入できるという。ちょっと意味わからないくらい安いわね。私も Amazon セールを見てびっくりしました。気になった方は概要欄から各ホームページなどを見ていただければと思います。あと評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。